も、飲み屋でスカウトされてデビューした VTuber 講師ディスコテンメテオです。この動画も第11弾。今回はターゲット設定。ターゲット設定をしていないと何かを選択しなければいけない時に選んじゃいけない方をチョイスしちゃったりすることがあります。それを避けるために大事なのが今回のテーマ、ターゲット設定。1、ターゲット設定をしてないと発生する問題。2、ターゲット設定が生み出すメリット。3、ターゲット設定のやり方。今回はこの3つについて解説していきますが、過去の動画と合わせて見ることでより実践的に受け取ってもらえると思いますので、このプレイリスト見逃してないかチェックしてみてください。特に関連するのは1、4、5、6、7、8、9ですターゲット設定は特に5のブランディングと深い関わりがあるので、これは合わせてみてください。今回の内容は VTuber だけじゃなくて一般的なお仕事とかにも絶対役に立つと思うし、応用すれば婚活とかにも役に立つ内容となっております。この動画の高評価、チャンネル登録、そしてできれば Twitter のフォローもして最後までご視聴ください。1、ターゲット設定していないと発生する問題。ターゲット設定ってビジネスの世界ではペルソナとか言われたりすることもあるんだけど、ターゲット設定しないで事業を運用することは失敗への道を歩き出すことと同義だとか言われたりするのよ。バーチャル YouTuber の場合のターゲット設定していないと発生する問題っていうのを5個挙げてみるね。コラボ相手の選定ミス、企画やコンテンツの方向性迷子、話が来た案件を受けるべきかどうか悩む、自分がやってることに自信がなくなる、数字に採用される。ターゲットが定まってない時に案件が来ると、単価が低いけど労力がそこそこ関わるものをお断りしちゃったり、単価も高いし労力もそこまでかからないものってのは受けたりっていう基準になったりとかすると思う。でも丸5のブランディングと今回解説しているターゲット設定がちゃんとできてたら、単価が低くて労力がかかるものの方が実は後々メリットがあるものだったりするケースを迷わず受けたりすることができるんだよ。それにね、ターゲットがしっかり設定されてないから YouTube のアナリティクスでどこを見ていいか分からず、全体の再生数とか収益、チャンネル登録の数字を見て落ち込んじゃって次にどうするか考えることをやめちゃったりとかするんだよ。コラボ相手とか企画コンテンツもやって検証して次を考える。丸5のブランディングの動画でも詳しく話している PDCA サイクルの繰り返しってやつ。 PDCA サイクルを繰り返して自分やチャンネルを成長させていくためにターゲット設定ってのは必須なんすよ。2、ターゲット設定が生み出すメリット。めっちゃ雑に言うと効率を生み出してます。自分のことを求めてくれてる層にいち早く自分っていう存在を知ってもらうための最短距離を生み出してくれる、そのスタートに立つのがこのターゲット設定なんですね。何度か言ってる全員に好かれるのは無理ってやつも絡んでくるんだけど、こういう人たちに届けたいっていう明確なビジョンがあれば、その人たちが興味を持つ話題は何？どんなツールとかプラットフォーム使ってんの？どんな相手とコラボしたら認知されやすい？この仕事って単価曲でも受けるべき？どんな時間帯に動画アップすればいいの？何曜日が一番効果ありそう？どの言葉をチョイスするのが響く？こういう思考になっていくんですよ。これを考えることって我々発信する側とか何か物を売る側って必須のはずなんだけど、 VTuber でこれらを考えられてる人って果たしてどれだけいるだろう。だからターゲット設定をしてそのターゲットに合わせた選択をすることができれば効果が抜群に出そうじゃないですか。何かやった時にもし効果があまり出なかったとしても落ち込まなくていいんですよ。これはこのターゲットには効果がないっていうデータが取れたってことになるんだよ。いろいろ試してターゲットに訴求できるポイントってのを発見すればいいだけ。さっきも言った PDCA サイクルだね。つまりターゲット設定は効率的に届けたい相手に届ける方法を探るために必要で、効率的に自分がやるべきことを模索するために必要ってわけだから、ターゲット設定は効率を生み出すって最初に言ったわけよ。ここで一つ、発信する内容ごとにコンテンツごとにどこに届けたいか、どこに向けたコンテンツかっていうのを明確にしておくといいんですよ。動画ごととかの細かいターゲット設定みたいなイメージなんだけど、その動画はその企画は新しい視聴者と出会いたいのか、いつも見てくれる人たちに楽しんでほしいのか、それくらいざっくりでもいい。そうすることで自分が意図して出したものが実際どうだったかっていうのをデータで確認することができるんだよ。これができてないといつまで経ってもより求められるコンテンツってやつにならないから伸び悩むんだよね。伸びないけど頑張んなきゃってただ漠然と活動を頑張るよりも、こうやってデータを取って改善していった方がいつかは伸びそうって思えるでしょ。これね、センスある人、天才とかはこうやって言語化して努力しなくてもすでにやってるんだよね。
なんとなく反応悪いかも。これちょっと反応良さそうとか、今回説明してること全部を感覚でできる人ってのもぶっちゃけいるんですよ。ただね、私をはじめとした凡人にはまあ無理なので、自分が天才じゃないって思うなら諦めて地道に改善の努力をしてください。3、ターゲット設定のやり方。ターゲット設定、ターゲット。これはね、マーケティングで STP 分析っていうのが使われることが多いんだよ。S、セグメンテーション。市場を細かくグループ化。T、ターゲティング。ターゲットとなるグループの選出。P、ポジショニング。競合との差別化とか、自分の立ち位置を明確化すること。この時点で嫌になってる人いると思うんだけど、詳しく話すとちょっと難しいので、興味ある人は STP 分析とか STP 戦略っていうので調べてみてほしい。今回は VTuber がどうやってターゲット設定するのかっていうポイントで解説するので、簡単にしてみます。めっちゃ単純なやり方で言うと、丸5のブランディングの回で出てきたこの図、自分にできることと目標とマッチすること、そして需要があること、これらの重なった部分、ここに興味がある人ってどういう人たちかなっていうのを考えてみてほしいのよ。ざっくりでもいいから、そこに属する人たちの年齢とか職業、趣味趣向、性別や恋愛対象なんかを明確にしてみてほしい。これがさっき出てきたセグメンテーションっていうやつ。これってさ、自分のメインの視聴者さんをよく知ることでもあると思わない？視聴者さんたちをよく知って、どういう人たちが自分を求めてくれるかっていうのを明確にしたら、それに対してアプローチを仕掛けていく。例えばメテオの場合は VTuber 講師としてこうやって情報を発信している時と、それ以外の時っていうのはターゲットになる人たちが少し違ってます。 VTuber 講師として情報を発信している時は、悩みのある VTuber さんとか VTuber に興味ある人たちっていうのがメインターゲット。これは分かりやすいよね。普段の活動、例えば詰め会っていう定期的な女子会コラボだったり、ほろ酔いしゃべりバーってやつだと、それぞれターゲットとしている相手が違うの、なんとなくわかる？これがターゲティングです。どういうカテゴリーの人たちにヒットする内容を作っているのか、私の過去の活動から理解できる人はより分かりやすいと思うんだけど、ちょっと分かりにくいかな。一つ、マーケティングのテクニックを教えておこう。人はよりニッチな自分への情報、これ自分にすごい重要な情報だって思われるものを見かけると、無意識でそれに惹かれてしまうっていう習性を持ってるんだよ。これ前回の10の友達の作り方で話した共通点と類似のポイントがあると思うんだけど、例えばさ、最近だとさ、インターネット広告で25歳から34歳までの〇〇区に住んでいる男性の方限定みたいな広告見たことない？それ思わず気になってクリックしそうにならない？これはちょっとね、明確にしすぎてる感はあるんだけど、心理学のテクニックの応用なのよ。アプローチする属性を決めて、そこに対してダイレクトに届けることで成功の確率が上がるっていうマーケティングの技法なんだよね。このターゲティングとマーケティングの技法って会社員の人でも営業とかにも使えるし、商品開発の人とか広告に関わってる人とかはすでにやってることだと思うんだよ。あと婚活にも使えるよ。ターゲット設定するメリットとどうやってターゲット設定するか分かったかな？ぜひ自分なりに試行錯誤しながら実践して目標に一歩でも近づいてほしいな。ということで今回のまとめ、ターゲット設定は活動を効率化する。伸び悩むのはターゲット設定してない証拠かも。ターゲット設定はいろんなところで活かせるマーケティングの手法。ターゲット設定ってさ、新しく知ってもらうために使われるものって思われがちだけど、よくよく考えてみると、我々 VTuber にとっては今いるファンの人たちを知るっていうのも必要だし、ファンを大事にするってところにも繋がってるのかもなーって解説しながらメテオ先生は思いました。てなことで第11弾は以上。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画の高評価、 YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローなどもぜひよろしくお願いします。あなたへのおすすめはこちら。それではまたお会いしましょう。ディスコテンメデオでした。